は？動けないだ？だったらお前はクビだ。その言葉は、まるで鉄槌のように俺の耳を打ちつけた。俺が勤めている会社は、いわゆるブラック企業だ。徹夜は当たり前。残業代は出ない。休日出勤は自主的という名目で強制。俺は連日連夜のメールや会議に追われ、ほとんど寝る間もなかった。そして、ある月曜の朝。疲労がピークを超えた俺は、会議室で立ち上がることさえままならなくなってしまった。すみません。体調が。かろうじて口を開いたとき、上司の口から飛び出したのが、クビだ。という、あまりに一方的な通告だった。おかしいだろと言い返したかったが、頭は霧がかかったようにぼんやりして言葉にならない。結局、会社の同僚が肩を貸してくれたが、救急車を呼ぶのを渋られるほどのブラック体質ぶり。数日後に通知されたのは正式な解雇。理由は体調不良とモチベーションの低下だという。呆れるほど皮肉な話だけど、その時はむしろ、やっと解放された、という安堵が大きかった。しかし、この会社を離れたことによって、俺はとある女性と出会い、人生の大逆転を迎えることになる、なんて、当時の俺は想像だにしていなかった。俺の名前は立花博人。大学を出てすぐ、サンライズグローバルという海外貿易会社に就職した。最初は、世界を相手にビジネスをするという響きに夢を抱いていて、実際、海外の取引先と英語でやり取りをするのは嫌いじゃなかった。学生時代から言語にはそこそこ自信があったし、輸入ビジネスの仕事は新しい知識が増えていく感じが楽しかったんだ。だが、理想というのは往々にして、現実と大きくかけ離れているもので、サンライズグローバルの内情を知るにつれ、俺の気持ちはどんどんしぼんでいった。表向きは世界を舞台に活躍するグローバル企業なんて言ってるが、実態はどこを切り取ってもブラック企業そのもの。徹夜は当たり前。残業代は出ない。休日出勤は自主的という名目で強制。しかも社長の息子である鈴木直也が若手を駒のように使い倒していた。おい立花、これやっておけよ。期限は明日の朝までな。直也は当たり前のように分厚いファイルを俺のデスクに放り投げる。大手商社から華々しく転職したという触れ込みで入ってきたはずなのに、実際は親父さんの会社だから好き放題出入りしているだけ。ビジネススキルなんて皆無に近いが、その口先だけはやたらと達者だ。はい。俺はとっさに返事をするしかない。どれだけ膨大な資料だろうと、彼が押し付けてくる仕事は断れない。俺はこれから得意先と会食があるから、あとは任せたぞ。そう言い残して、直哉はやたら高そうなスーツのジャケットをひらりと翻す。社内では態度が横柄なのに、外ではニコニコと愛想よく振る舞い。いかにも俺はできる男というオーラを発している。もっとも、実際に仕事を片付けているのは俺なのだが、今夜もまた徹夜だな。机の上に山積みになった資料を目の前にして、思わずため息がこぼれる。とはいえ、これらを放り出すわけにもいかない。下手をすれば、会社全体の損害になりかねない内容も含まれているし、何よりミスをすれば、容赦なく責められるのは決まって俺だからだ。理不尽だと思っても、俺は今日もまた、眠らないまま資料に取り掛からなければならない。彼が外で取り付けてきた新規案件は、結局、すべて俺の手元に押し付けられていた。でも、そんな俺にも限界はあった。ある時、海外の大手会社との新規取引が持ち上がり、アメリカ本社と連絡を取り合う必要が出てきた。時差もあるし、英語のメールだけでなく、電話会議も何度も行われる。その対応は、俺が全面的に任されることになり、昼夜問わず、メールチェックと翻訳を繰り返していた。あの頃は、まさに寝る間もない生活だったと思う。その上直哉は、この案件、絶対に成功させろ。と、会議資料の作成や輸送ルートの詳細確認、予算の概要など、普通なら専門チームで分担するはずの仕事まで、俺に押し付けてきた。やればできるだろ。期待してるからな。なんて言われると、断ることが悪いかのように思えてしまったのも事実だ。気がつけば、デスクの周りには
読みかけの英語資料とメモ書きが山積み。朝、時計を見ると、徹夜した挙句、仮眠すらまともに取れずに、そのまま業務が始まる。日付感覚が狂い始めた頃、俺の体は確実に警告を発し始めていた。それでも、会社に行けば直哉がいて、お前、まだ終わってないのか？ダメだな。納期は守るのが社会人の常識だろ。と、追い打ちをかけてくる。そしてついに俺は、デスクで意識が遠のいていくのを感じた。眠気というよりは、頭に霧がかかるような感覚。肩や背中はズキズキ痛むし、視界に白いノイズがかかる。急に寒気がして、自分で何を言っているかもはっきりしなくなってくる。これは、本当にやばい。そんな声が頭の片隅で鳴り響いているのに、俺は誰にも SOS を出せなかった。もう、無理です。その言葉が声になったのは、何の前触れもない月曜の朝だった。会議室で直哉と話しているとき、不意に頭がぐらりと揺れて、思わず机に手をついた。息が上がるというより、呼吸が浅くて胸が苦しい。まともに立っていられなくなって、すみません、体調が、と、絞り出すように言ったとき、直哉はあからさまに嫌そうな顔をして、舌打ちまでしてみせた。お前、マジで使えねえな。いい加減役に立たないなら帰れよ。いや、もう二度と来なくていいわ。最初は聞き間違いかと思った。だが、直哉は鼻で笑いながら、どうせ大した成果も出してないし、邪魔なだけだから。と言い放った。長年、目の前の仕事に一生懸命に食らいついてきたのに、まるで粗大ゴミでも扱うような仕打ち。俺は悔しいとか悲しいとか、そんな感情すら湧き上がらないまま、その場で力が抜けた。結局、会社の同僚が肩を貸してくれたが、救急車を呼ぶのも渋るほどのブラック体質ぶりだった。それから数日後、俺はサンライズグローバルを正式に解雇された。表向きの理由は、本人の体調不良とモチベーションの低下。なんとも皮肉な話だが、その時はやっと解放されたという安堵と、これからどう食っていくという不安が入り混じって何も考えられなかった。それでも人生は続いていく。転職するなら早めに動くしかないと思い、ネットで求人情報を調べ、手当たり次第に面接の申し込みをした。英語力を活かせる仕事がいいかと思ったが、俺の前職の実態を話せば、またすぐ辞めるんじゃないかと怪しまれることもある。ブラック企業を辞めて転職って世の中にはよくある話かもしれないが、意外と面接官は冷たいものだ。こちらから追って連絡します。そんな定型文の答えを聞くたびにため息ばかりが増えていく。だが俺は働かなければ生きていけない。退職金なんてほとんどなかったし、貯金も長時間労働の疲労を癒すために病院代やら何やらで目減りしていくばかり。心も体もボロボロだったが、歩みを止めるわけにはいかなかった。ある日のこと、いくつ目かわからない面接に落ちた帰り道、俺はスーツ姿のまま大きなため息をつきながら履歴書を握りしめてとぼとぼ歩いていた。書類に貼り付けた証明写真をちらりと見やると、やたら疲れ切った顔の自分が写っているのに気づいて、思わずもっと写りのいい写真を用意しておけばよかったかなと、くだらない後悔が頭をよぎった。そんなことを考えながら足を進めていた矢先、不意にぐいっと衝撃を受ける。誰かと勢いよくぶつかってしまったらしい。すみません。大丈夫ですか？慌てて声を上げると、俺はカバンから滑り落ちた書類が地面に散らばっていることに気づき、急いでしゃがみ込んだ。手当たり次第に拾い集めていると、目の前にもすらりとした足が見える。その持ち主は、俺を手伝うように、一枚一枚丁寧に書類を拾ってくれていた。ありがとうございます。すみません、本当に。顔を上げた瞬間、俺は思わず息を飲む。そこには、驚くほど整った顔立ちの女性が立っていた。スタイルも抜群で、上品なスーツに身を包んでいる。あまりに美しい人だったので、しばし言葉を失ってしまった。その時。あれって、水沢社長じゃない？突然の悲鳴と歓声が入り混じった声が聞こえ、周りはあっという間に人だかりができてきた。社長大丈夫ですか？怪我はありませんか？彼女の周りを取り囲んでいたスタッフらしき人々が一斉に声をかけ始める。俺は状況が飲み込めず、立ち上がりかけたところでハッとした。
社長さんだったんですね。すみませんでした。見りゃわかるだろというようなオーラを彼女は放っている。だが俺は最近テレビどころか世の中のニュースすら満足にチェックできていなかった。彼女は誰なのか見当もつかなかったのだ。周りの騒ぎ具合を見る限り相当な有名人らしいことはわかるけれど、するとその女性は俺の履歴書を持ったままちらっと目をやって驚いたように顔を上げた。あなた、私を知らないの？いや、テレビとは無縁の仕事でしたので、すみません。最近は特に忙しくて。すると、彼女は思わず吹き出すように笑みを浮かべ、楽しそうに口元を緩めていった。面白い。こんなに大騒ぎになってるのに、誰だかわからないっていうのは初めてかも。それより、あなた仕事探してるのよね。はい。実は転職活動中でして。うちの会社に来ない？いやでも、あまりに唐突で、一瞬頭が真っ白になる。履歴書を手にしたままの彼女は、俺に向かってスッと手を差し伸べた。その姿は堂々としていて、まさしく社長という肩書きそのものだった。あなたの経歴、ちょっと気になるのよ。海外との取引が多い会社にいたんでしょ？英語はできるんでしょうし、ぜひ話を聞かせてちょうだい。まあ、正式な面談は後日でいいけど、私は桜コスメの社長、水沢しおり。覚えておいてね。桜コスメ、有名な。俺がようやく口を開くと、水沢社長はニコリと笑ってうなずいた。いかにも洗練された笑みで、周囲の人たちは一斉に安堵の息をつく。まるで、彼女が何を言おうが、誰も逆らえないようにも見えた。うちには、海外戦略が課題の部署があるの。それに関しては、まだ人手も足りてなくてね。あなた、頑張ってくれるなら、その履歴書に書いてあるスキル、最大限に活かせると思うわ。どう？よろしくお願いします。まさか、こんな出会いが待っているなんて、ついさっきまで面接に落ちて意気消沈していた自分が嘘のようだ。スーツを埃まみれにしながら立ち上がる俺を見て、水沢社長、しおりさんは、どこか満足そうに微笑むと、スタスタと前を歩き出した。じゃあ決まりね。後でうちのオフィスに来て、私が直接話を聞いてあげる。細かい待遇とかも含めて、ちゃんとお互い納得してから決めましょう。そう言って、彼女は社員らしき人々と一緒に車へ向かっていく。俺は完全にあっけに取られたまま、その後ろ姿を見送っていた。翌日、俺は少し早めに家を出て、しおりさんの会社へ向かった。場所は都心の一等地に構えたオフィスビルの上層階。エントランスからして洗練された雰囲気が漂っていて、昨日まで面接で回っていた会社とは格段に違う。これが桜コスメを展開する会社か。エレベーターの前には大きなロゴが掲げられている。俺は緊張感を覚えつつ、スーツの襟を整えながら受付を探した。受付もクリアパネル越しにスタッフが配置されていて、訪問を告げるとすぐに、水沢が会議室でお待ちです、と案内してくれる。どうやら本当に特別扱いで迎えられているらしい。会議室の扉をノックすると、中には数人の社員が待機していた。みんな若く、活気にあふれる印象だ。先頭に座るしおりさんは、昨日と同じようにスーツ姿だが、今日は淡いベージュのジャケットで、昨日よりも柔らかい雰囲気に見える。立花ひろとさんね。来てくれてありがとう。いえ、こちらこそお呼びいただき、ありがとうございます。頭を下げると、しおりさんは椅子から立ち上がり、隣を示して、どうぞ、と促す。驚いたことに、俺をまるで大切なゲストのように扱ってくれている。前職のサンライズグローバルでは、想像もできない対応だ。さて、早速だけど、昨日も言ったようにうちで海外に力を入れていきたいの。桜コスメは国内を中心に展開してきたけれど、海外市場へのアプローチはまだ模索段階。だから、海外貿易の知識がある人にぜひ手伝ってもらいたいのよ。しおりさんの言葉に他の社員たちも熱い視線を送ってくる。俺は少しだけ戸惑いながらも、今の自分に何ができるかを考えた。俺、前職では海外雑貨の輸入をメインで担当していました。英語力を買われて、メーカーとのやり取りをすべて任されていたんです。あとは、そうですね。
輸送や通関手続きなんかも一通り扱っていたので、もしそのあたりでお役に立てれば、そう言って手帳から取得していた資格のコピーを取り出す。英語力の証明として、TOEIC が900点以上、そして海外貿易実務検定といった資格証明だ。サンライズグローバルで酷使された甲斐がなかったとは言わないが、もし今、それが違う環境で活かせるなら、それこそが自分にとって一番の救いになる。へえ、すごいわね。しおりさんは目を細めるようにして書類に目を通す。すると、俺の隣に座っていた男性社員が嬉しそうに声を上げた。英語でのやりとりが問題なくできるなら、海外の展示会とか国際会議なんかにも同行してもらえそうですね。それに、うちが扱うコスメは海外の原料を使うこともあるから、輸入関係のノウハウは絶対に役立ちますよ。周りの社員たちは次々に意見を出し合い、具体的に俺をどの部署でどう活かすかを話している。まるでチームに新しいメンバーが加わるのを心から歓迎してくれているかのようで、こんな光景は初めてだった。でも、うちはコスメよ。あなたはそのあたりの知識、どれくらいあるの？ふと、しおりさんが真剣な表情で問いかけた。俺は少しだけ息を整え、日本の市場についてはわかりませんが、海外コスメに関しては、それなりに詳しいです。と答える。前の会社で扱っていたのが、主にアメリカやヨーロッパの中堅コスメブランドで、向こうは日本よりも低コストで、品質のいい原料を探すことにも積極的ですし、最近は韓国ブランドも勢いがあります。ただ、日本市場にすぐ投入できるわけでもなくて、薬事法やらパッケージの規定やらクリアしなきゃいけない壁が多いんです。言葉を切らさず、俺は自分の知っている情報をしっかり伝えていく。気づけば、しおりさんはもちろん、他の社員たちも熱心に聞き入っていた。彼らの興味は尽きないようで、いくつも質問が飛んでくる。なるほど。正直、私も海外ブランドとのコラボや、輸出入の拡大を視野に入れてはいたの。でも、具体的にどこから手をつければいいのか、まだまだ未知数だったのよ。しおりさんはそう言って、小さく息をついた。すると、おもむろに俺の方へ向き直り、まっすぐに目を合わせる。あなた、本当にうちでやってみない？試すようで悪いけど、少し実務を体験してもらえたら嬉しいわ。いきなり本採用って形より、まずは、あなたがうちの会社を見てみるっていう期間があってもいいと思うの。はい、もちろん構いません。いきなりご利用しで本採用にならなくて、むしろ少し安心した。まずはお互いを知るための期間がある方が、後でミスマッチにならずに済むからだ。じゃあ、話は早いわね。とりあえず、来週からでも出社できる？あなたが無理しない範囲でいいけど。大丈夫です。すぐにでも働きたいと思っていましたので。その一言で、しおりさんはパッと花が咲いたような笑みを浮かべた。周囲の社員も良かったと口々に言いながら微笑んでくる。なんというか、最初の俺がここで働くという流れが出来上がってからは、ものすごいスピード感だ。前職の暗い空気とは比べ物にならないほど、前向きで開放的な空気が、このオフィスには満ちている。それじゃあ、細かいことは人事担当者と詰めてちょうだい。何かあれば私に言っていいから。はい、ありがとうございます。こうして、俺の異例のスピード採用が決まった。まさか、路上でぶつかっただけの縁が、こんな形で新しいスタートにつながるとは、夢にも思わなかった。そして、迎えた初出勤の日、俺は朝早めに出社した。だが、オフィスのドアを開けた瞬間、目に映った光景に思わず唖然とする。広々としたエントランススペースがあり、カフェのようなおしゃれな休憩コーナーまで備わっているのだ。すごい。なんだここ。まるでおしゃれなラウンジみたいだ。高級感というよりも、社員がリラックスして仕事をできるようにという配慮に満ちた設計で、ソファーや観葉植物もセンスよく配置されている。サンライズグローバルの狭くて雑然としたオフィスとは雲泥の差だ。初日だというのに、俺は早速、海外メーカーとのメールのやり取りを任された。今回やるべきことは、サンプルの取り寄せと原価の見積もり交渉。それらを踏まえて、新商品企画チームに情報共有するのが最初の大まかな流れらしい。やってみましょうか。俺は気合を入れ、早速パソコンに向かう。英語の文章を組み立て、相手先の担当者に質問や要望を書き込んでいく。
つい数週間前までは、あれだけ憂鬱だった英語の業務が、ここでは不思議と楽しく感じられた。なぜなら、背後に理不尽な暴言を吐く上司がいないし、もし何か引っかかる点があっても、誰かに聞けば、快く相談に乗ってくれそうな雰囲気があるからだ。これ、どんな香りのものを輸入するんですか？まだ決まってないけど、向こうで流行してるのは、ローズ系とシトラス系だって話を聞いてて、実際サンプル来たらみんなで試してみたいですよね。コスメの商品開発スタッフがそんな風に話しかけてくると、デスク周辺にいる社員たちがぜひと楽しげに集まってくる。俺は少し面食らいながらも、いいですね。みんなで検討しましょう。と返した。前の会社じゃ考えられない、和やかで自由なやりとりだ。そんな中、ふと目をやると、ガラス張りの役員室で、しおりさんが打ち合わせをしているのが見えた。部下らしき人物と何か資料を見ながら熱心に話し合っている。立ち居振る舞いは凛としていて、まさしくできる女社長という佇まいだ。だが、その表情にはどこか張り詰めた空気が漂い、彼女が抱える大きな重責を感じずにはいられない。そりゃそうだよな。若くして社長なんて、プレッシャーも相当だろう。昨日、社員との打ち合わせ中にしおりさんが、ふと漏らしていた言葉を思い出す。海外展開を早く軌道に乗せなければならないし、既存の商品開発も止まるわけではない。しかも、彼女のような美人社長は、世間からの注目も大きく、失敗が許されないという空気が常につきまとっているはずだ。俺は自分の座席に戻りながら、何とも言えない気持ちになった。ここは確かに働きやすい。でも、その働きやすさを実現するために、しおりさんや経営陣は相当な苦労をしてきたんじゃないだろうか。そんな空気をほんの少しだけ察して、胸の奥がじんわりと熱くなるのを感じた。それから数週間が経つ頃には、俺の社内での評価はかなり高まっていた。海外メーカーへのアプローチや取引条件のすり合わせを迅速に行い、コスメの原料サンプルを取り寄せては検証チームにつなぐ。その結果として、これまでにないスピードでいくつもの海外ブランドと接触できるようになった。立花さん、あの交渉すごかったですね。相手が OK。あなたは信用に足る人だね、なんて言ってくるなんて初めてですよ。私たち、英語でのやりとりは慣れてないから、本当に助かります。今までどれだけ時間がかかってたか。社内の若手スタッフたちは、口々にそう言いながら、俺に書類やメールを持ってきてくれる。前職では考えられなかった、頼られている実感に、少し照れくさいような気持ちを感じながらも、やりがいをかみしめていた。ある日のこと、昼下がり、社内ミーティング室に集められると、人事担当者が、立花さん、実は正式に本採用したいという話が出てまして、と、やや緊張した面持ちで切り出してきた。聞けば、使用期間とは名ばかりで、もう結果は十分だという。俺はすぐに、ぜひお願いしますと返事をした。前の会社で痛感した職場環境の重要さを考えれば、こんなに働きやすい会社はそうそう見つからないだろう。話を聞いていた周囲のスタッフは、おめでとうございますと拍手までしてくれて、ちょっと照れくさかった。でも、彼ばっかりに頼っちゃダメよ。そのタイミングでミーティング室の扉が開き、しおりさんが入ってきた。凛とした表情でそう言うと、スタッフたちが一斉に、わかってますよ、と苦笑気味に答える。やれやれ、といった空気だが、俺に向ける目はどこか温かい。皆さん、立花くんばかり頼って、英語での交渉から社内資料の翻訳まで一手に担ってもらってるでしょ。彼が倒れたりしたら大変なんだから、ちゃんと自分たちでもやるように。はーい。はい、社長。まるで教師と生徒のようなやりとりに、俺は苦笑しつつもありがたさを感じていた。ところで、せっかく立花くんが正式採用になったことだし、歓迎会でもやりません？最近、プロジェクトの方も大きな動きがあるし、みんなで息抜きしたいの。それは、チームの若手スタッフからの突然の提案だった。思わず俺は、いいんですか？と戸惑うが、周りはぜひやりましょうと、早速盛り上がり始める。社長も参加してくださいますよね？もちろん。大人数で集まるのも久しぶりだし、立花くん、あなたも来るわよね。しおりさんが俺を見る。その表情はいつもの凛とした女社長の面影はあるものの、どこか楽しげで柔らかい。
いやおうなく気持ちがほっこりした俺は、素直に、はい、ぜひ参加させてください、と答えた。その夜、オフィス近くの居酒屋の個室に、ぞろぞろとスタッフが集まった。チームメンバーだけでなく、他部署の人も、歓迎会やるらしいよ、と聞きつけてきて、いつの間にか結構な大所帯になっている。それじゃあ、立花さんの正式採用を祝して、乾杯。グラスがあちこちでぶつかり合い、みんなで乾杯する。周囲のスタッフたちは、ビールやカクテル、ソフトドリンクを手に、あっという間に盛り上がっていく。立花さん、また英語のメール見てくださいね。新商品のサンプル届いたら、一緒にテストしましょう。口々に声をかけられ、俺は照れながらも、もちろんと返す。前の職場では味わえなかった、温かい仲間っていいな、としみじみ思う。少し離れた席では、しおりさんが女社長らしく、ピシッとした姿勢で座っていた。とはいえ、顔なじみのスタッフが次々に話しかけてくるもんだから、すぐに周囲は賑やかになっていく。社長、今日はお酒進んでますね。だって、最近忙しかったし、たまにはいいわよね。からかい半分で声をかけられながら、しおりさんは柑橘系のカクテルをちびちび飲んでいた。そんな光景を眺めていると、斜め向かいの席の女性社員が俺の方に乗り出してくる。ねえねえ、立花くんと社長の出会いって路上でぶつかっちゃったんでしょ？最初は何が起こったかわかんなかったって聞いたわよ。ああ、そうなんですよ。実はあの日、面接に落ちて落ち込んでたんですけど、視界が狭くなっちゃって。そしたら、急にしおりさんが現れて。そうそう。それでしばらくして社長が、この人うちに採用しようって言ったって聞いてるの。もしかして、社長のタイプだったとか？その瞬間、周囲がと含み笑いを漏らして、視線がしおりさんへ集中した。しおりさんは、カクテルをグラスごと置いて、ちょっとムッとした表情を見せる。こらこら、変な噂を立てないでちょうだい。英語ができる人が必要だったの。ねえ、立花くん。そうです。すごく急に声をかけられたんで、驚きましたけど、海外コスメの話とかさせてもらって、それで、俺も慌てて否定するが、酒が入っているスタッフたちは止まらない。まさかのスカウトですよね。そんな路上スカウトある？社長、ビビビってきちゃったんですか？もう飲みすぎだってば。私は真面目に仕事の話をしてたの。立花くん、気にしないで。そう言いながら、しおりさんは苦笑する。頬が少し赤くなっているのは、アルコールのせいか、それともからかわれているからか。どちらにせよ、普段の完璧な女社長にはない表情だ。でもよかったですね。立花さんが来てくれて。英語難民だったうちのチームを救ってくれたんですから。社長グッジョブ。そうそう。おかげさまで海外からの返信、めちゃ早くなったし。ほら見て。あなたたちが喜んでるなら、それで十分。私が彼を連れてきたのは、英語要員としてだから。そう言いながらも、しおりさんの目はどこか楽しげだ。視線を合わせると、小さくうなずいて微笑んでくる。俺も思わず微笑み返すと、ああ、やっぱりいい雰囲気、と、先ほどの女性社員が茶化すように声を上げる。もう、本当にやめてよ。じゃあ私、ちょっと向こうの席行ってくるわ。恥ずかしそうに言い捨てて、しおりさんは空いたグラスを手に立ち上がり、隣のグループへと合流していった。たちまち、社長、こっちにも来てくださいよ。次はこれ飲みましょう。と、声が飛び交い、あっという間に彼女の周囲が賑やかになる。端正な顔立ちと、堂々とした立ち居振る舞いは、やはり人気の的だ。社長って、本当に大人気ですね。俺が隣の女性社員に声をかけると、彼女は苦笑しながら、うちの顔だからね、と返してきた。特に桜コスメのブランドイメージが広がってからは、雑誌やテレビの取材も増えててさ、うちの社長は美人で有能って噂、業界でも有名なのよ。そう言って、彼女はグラスを傾け、続けた。でも、飲み会に来るのは久しぶりなんですよ、実は。最後に参加したの、半年以上前じゃないかな。そうなんですか。てっきり、いつも皆さんで賑やかにやってるのかと。うちの社長、前に取引先の男の人と会食の帰りにフライデーされちゃってね。写真が撮られただけで熱愛かとか勝手に書かれて、会社としてもかなり大変だったの。それからは自分から隙を見せないようにって気をつけるようになったみたい。彼女の視線の先では
しおりさんが楽しそうにスタッフとゲームのようなものをしている。だが、その笑顔の奥には、どこか線を引いているような雰囲気も見受けられる。社長という立場、そして会社の顔という責任感が常に彼女を縛っているのかもしれない。なるほど。そういうことがあったんですね。大変だな。何かあるたびに、社長がスキャンダル、社長が不祥事って書き立てられたら、うちのブランドイメージに直結するし、あれで社長も、ますます完璧でいなきゃって思い詰めちゃったのかも。そう語る女性社員の横顔には、軽い冗談混じりながらも、どこかしおりさんを心配する思いが滲んでいた。やがて、縁も竹縄になった頃、しおりさんは席を立ち上がり、手際よくお会計を済ませると、私は先に失礼するわ。あとはみんなで楽しんでちょうだい。とタクシーを呼び寄せた。スタッフたちは、社長、今日はありがとうございました。と礼を言い、彼女を見送る。かっけえ。やっぱりうちの社長だな。ほんと、さっと払って去っていくところが様になってる。周囲が簡単の声を上げる中、俺はなぜだか胸がぎゅっと締め付けられるような寂しさを覚えた。さっきまで笑顔でスタッフと飲み、はしゃいでいるように見えたけれど、しおりさんは結局、どこか一線を引いたまま去っていった。余韻だけが残る居酒屋の席で、俺はしばし物思いにふける。それから数日後、会社では新商品の海外販路拡大プロジェクトがいよいよ本格的に動き出していた。とはいえ、順調とは程遠い始まりだった。国内での売り上げは好調でも、海外市場に入るためのルートがなかなか見つからないのだ。海外の卸業者、全然返事してくれないんですけど。実績が少ないブランドは扱えないって、冷たく断られたところもあるらしくて。社内のスタッフが、そんな報告を次々と上げてくる。大手のディストリビューターに声をかけても、既存のブランドで手がいっぱいとか、初回のロットの量が少なすぎるからビジネスにならないとか、こちらの立場をまるで考慮しない理由ばかりで門前払いを食らう。全く販路がないってこんなに厳しいものなんですね。そうつぶやく若手社員の肩が落ちるのを見て、俺はただ歯がゆい思いを噛み締める。しおりさんも状況を把握しようと、あらゆる海外企業にアプローチをかけているが、まだ確たる手応えは得られないままだ。ごめん、立花くん。今日はもう少しだけ残業お願いできる？はい、もちろん。しおりさんも無理しないでくださいね。日中の打ち合わせが終わった頃には深夜近く。疲労感に加えて思うように進まない苛立ちも重なり、オフィスの雰囲気はどこか重苦しい。それでも諦めるわけにはいかない。俺としおりさんは何度も資料を見直し、スタッフと情報を共有しながら一歩でも前に進もうとした。気づけば今日も社内に残っているのは俺としおりさん、そして数人のメンバーだけになっていた。最後のスタッフが先に失礼しますと帰った後、広いオフィスにはキーボードを叩く音が響くだけ。しおりさん、まだ大丈夫ですか？俺は隣のデスクに目をやる。薄暗い明かりの中、しおりさんは画面を睨んだまま、かすかに眉間にシワを寄せていた。もう少し。海外向けのプレスリリース、担当が作ってくれた原稿に追加しなきゃいけない部分があって。僕も手伝います。どの部分ですか？ありがとう。実は。彼女はパソコンの画面をこちらに向け、具体的にどんな補足を入れるべきか教えてくれる。二人で作業を分担し、互いに文章を検討していくうちに、あっという間に深夜近くになる。はぁ、今日も遅くなっちゃったわね。すべての書類をまとめ終わった頃、しおりさんは軽く伸びをしながら疲れた様子でつぶやいた。すみません。僕がもっと効率的に進められたらよかったんですけど。いいのよ。あなたがいなかったらもっと遅くなってたわ。助かってる。ありがとう。そう言って穏やかに微笑む彼女の瞳には、やはり少し疲れが滲んでいる。しばらく無言のまま互いに息を整えていると、ふと俺の中に疑問が浮かんだ。しおりさん、なんでそこまで頑張るんですか？あら、急にどうしたの？いや、率直に言うと、すごい情熱というか、気迫を感じて、社長の仕事もあるのに、ここまで夜遅くまで残って。しおりさんは一瞬、驚いたように目を見開いた。だが、すぐに小さく息を吐いて、くすりと笑う。
そんなに不思議？彼女は椅子に深く座り直し、少し考え込むように視線を下げた。実はね、この会社、もともと母が立ち上げたんだけど、その後、ある大きな親会社の資本が入ったの。母子家庭だったから、母と二人で相当苦労もしたわ。父は小さい頃に家を出て行ってしまって、私はほとんど顔を覚えていないし、語り出した内容は、俺が想像していた以上に重いものだった。しおりさんが身一つで女社長をやっていると思っていたら、背後には母との苦労や、父が早くにいなくなったという現実があったらしい。母は、女手一つで私を育てて、会社を切り盛りしてくれた。でも、当時はやっぱり資金繰りが大変だったんだと思う。最終的には、大きな企業グループに助けられて、今の桜コスメがあるわけ。そのおかげで、なんとかブランドを軌道に乗せられたんだけど、一度支援を受けたら、もう甘えてばかりじゃいられない。失敗は許されないと思ったの。しおりさんはそこで言葉を切り、俺の顔をじっと見つめる。彼女の瞳には、ビジネスの緊張感とは違う、強い決意の光が見えた。私が頑張らなきゃ、母に迷惑がかかる。それに、せっかく信じてくれた親会社にも顔向けできない。でも正直、時々は疲れて倒れそうになるんだよね。そりゃそうですよ。人間ですから。頑張りすぎるといつか限界が来ると思います。そっと言葉を添えると、しおりさんは母と苦笑交じりに笑った。自分でもわかってるんだけど、ほら、聞いたかもしれないけど、変にスキャンダルなんか起こしたら、それだけで会社が揺らいでしまう。だから、完璧でいるしかないの。ミスをしない、隙を見せない、弱音を吐かない。そうやって自分を追い込むしかなかった。悲しげな眼差しに、胸が締め付けられる。ほんの数日前まで、スタッフたちと楽しそうに飲み会をしていた裏で、彼女はこんなプレッシャーと孤独を抱えていたのかと思うと、やるせない気持ちがこみ上げる。でも、あなたの前では、ちょっとだけ緩んじゃうのかな。え？あの飲み会で私が先に帰った時、寂しそうな顔してたでしょ？あなた気づいてないかもしれないけど、そっと私を見てたの。そういうのがね、なんだかうまく言えないんだけど、私も人間なんだって再確認させてくれるというか。しおりさんは恥ずかしそうに視線をそらし、変なこと言ってるよね、私。と続ける。全然変じゃないです。むしろ、僕なんかが少しでも役に立ててるなら嬉しいですよ。その言葉に彼女はふと微笑みを浮かべた。そして、まるで安心したように足元からハイヒールを脱ぎ捨てる。もう、足が限界。ストンと靴を放り出して、椅子にもたれかかったしおりさんは完全に力が抜けきっている。いつもは背筋をピンと伸ばして完璧な姿勢を崩さない彼女がこんなにだらしない姿を見せるのは相当珍しいだろう。しおりさん大丈夫ですか？風邪ひいちゃいますよ。もう少し休んだら帰る。ちょっとだけ、ここでゴロゴロさせて。そういうや否や、彼女は足を伸ばし、くるくると、オフィスチェアを回して、書類の山に隣接するデスクへ、小さく体を預けてしまった。もうダメだ。最近寝不足続きで頭が回らない。やっぱり、無理しちゃいけませんよ。体が資本なんですから。俺は思わず、声を潜めながら、彼女の背中に手を差し伸べそうになったが、さすがにためらってしまう。社長と部下という関係を考えれば、どうしても踏み出せない一線があるのを感じる。しかし、しおりさんはそんな俺の遠慮を知らないのか、くるりと、椅子ごと体を半回転させて、こちらを向いた。ねえ、立花くん。はい。前に、あなたが自分がここで頑張るのは、サンライズグローバルでの経験があったからって言ってたでしょ？あれちゃんと聞いてるからね。だから、私もあなたに負けないくらい頑張らなきゃって思ったの。まさか、自分が何気なく言った言葉を覚えてくれていたのか。俺は少し驚きながらも、彼女の真摯な瞳を見つめ返す。でも、頑張りすぎるのは良くないと思うんです。特にしおりさんの場合、責任が大きい分、周りが見てないところで体調を崩したら一番困るのは。わかってる。でもさ、あなたがサポートしてくれるなら、私はまだ頑張れるかも。ひそやかな声でそう言われると、心臓がドキリと跳ねる。ねえ、ちょっとだけ、ここで休んでもいい？ここで？オフィスにソファーあるけど、あっちまで歩くのも面倒。
なんだか、あなたがそばにいると、安心するというか、そう言いながら、しおりさんはくったりした体を伸ばして、まるで子供が背伸びをするみたいに両手を上げる。普段のキリッとした表情が嘘のように緩んで、目元にも眠気の色が浮かんでいる。この人、本当に無理してたんだな。俺は改めてそう思い知る。表では完璧に振る舞っていても、実際は父親がいない家庭で育ち、母と二人三脚で一生懸命に会社を守ろうとしてきた。少しのスキャンダルだって許されない状況で、ずっと神経をすり減らしてきたんだ。しおりさん、せめてあっちのソファーに行きましょうよ。こんなところじゃ風邪をひきますよ。でも、もう動く気力が。本気で寝落ちしそうな雰囲気に俺は困り果てる。が、仕方なく膝を折り、彼女の背中を軽く支えるようにした。すみません。変な体勢になりますけど、ゆっくり立てますか？ありがとう。さすがに、抱きかかえるのは問題があるかと思い、できるだけしおりさんが自分で立てるようサポートする。すると、彼女はややよろけながらも、なんとか立ち上がり、俺の腕を軽く握った。ごめん、本当に。あなたにばかり頼ってるわね。いえ、そんな。遠慮なく頼ってください。自分にできることなら何でもやります。その言葉に、しおりさんは微笑みを返す。オフィスの暗がりの中、その笑顔はまるで、もろく儚い輝きを放っているようで、思わず、俺の胸は高鳴りを止められなかった。やばい、俺、意識しすぎだろ。だが、この瞬間ばかりは、互いに社長と部下という関係を忘れそうになる。弱音を吐いてもいいと感じられる相手がいることは、彼女にとっても、俺にとっても救いなのかもしれない。彼女の手をそっと支えながら、俺たちは二人で静まり返ったオフィスの奥へと向かう。完璧を装いながらも、心のどこかでは人肌恋しさを抱えていたのだろう。しおりさんの素直な姿に触れるたびに、俺はますます彼女を守りたいという感情を強く自覚していくのだった。そんな風に慌ただしくプロジェクトを進めている最中、意外なところから商談の話が舞い込んだ。サンライズグローバルから？事務スタッフがそう言って電話を取り継いできたとき、俺は耳を疑った。話によれば、海外への販路拡大を支援する共同プロジェクトに関する提案があるらしい。しかも、ぜひ一度会って話がしたいと。その話をしおりさんに報告すると、彼女は考え込みながら言葉を選んだ。ねえ、立花くんどうする？あなたは前の会社だから、いろいろ思うところもあるだろうけど、正直複雑です。でも、ビジネスチャンスがあるなら無視はできませんから、僕も行きます。しおりさんは一つうなずき、静かに分かったと返事をした。そして約束の日、俺としおりさんは、都心の一室に用意された打ち合わせ用の小さなサロンに赴いた。そこには、やはり鈴木直也と数名の部下が待ち構えている。こんにちは、水沢社長。直也は見るからに気取った笑みを浮かべ、わざとらしく頭を下げる。しおりさんも形式的に会釈を返し、本日はお時間ありがとうございます、と丁寧に挨拶をした。横に立つ俺の存在を認めると、直也は目つきだけで、あ、お前か。という反応を示してくる。だが、俺は視線を外さず、ごく普通に、ご無沙汰しています、とだけ伝えた。じゃあ早速ですが、こちらの資料を。直也の部下が提示してきたのは、海外支社の物流網を活用し、桜コスメをアメリカやヨーロッパの店舗に売り込むという提案だった。書類を一通り読む限り、関税対策や販促支援などメリットが大きそうな話ではある。確かに、すごく魅力的な条件ですね。しおりさんが穏やかに微笑む。そうでしょう。やはり当社のネットワークがなければ、海外で大きく展開するのは難しいものですよ。特にブランドのイメージ作りや代理店とのコネクションなど我々が。と、そこまで話したところで、直也は唐突にしおりさんへ目を向け。で、社長、これは検討ということでよろしいですか？と、畳みかけるように尋ねた。ええ、会社に持ち帰って検討させていただきます。せっかくのお話ですし、前向きに考えたいとは思うんですが。わかりました。ぜひよろしくお願いしますよ。その言葉尻に、どこか含み笑いのような響きを感じる。俺は嫌な胸騒ぎを覚えた。その予感は的中する形で、直也がにやりと、口元を歪めながら言葉を放つ。
ところで水沢社長、最近いい犬を拾ったんですね。腕は確かなようで。え？途端に、しおりさんの表情が険しくなる。立花、お前だよ。あれだけ辞めるときに、うちの会社に迷惑をかけてくれたくせに、次の職場で随分偉そうじゃないか。ああ、水沢社長に拾われるなんて、お前にとっては行幸だろうが。直哉の言葉遣いは丁寧さを装っているが、その内容は完全に見下している。俺が何か言い返そうとした瞬間、しおりさんが一拍早く口を開いた。失礼ですが、そういう物言いはやめていただけますか？私の社員を犬なんて呼ぶなんて、非常識では？おや、気分を害されたなら申し訳ない。何しろ、元はうちの雇われ社員でしたのでね。ちょっと言い方が昔のまま出てしまいました。わざとらしく笑う直哉。しおりさんは一瞬、感情を抑えきれない顔を見せそうになるが、俺は慌てて、大丈夫です、と、そっと彼女の袖を引いた。大変貴重なお時間をありがとうございました。こちらで一度検討してみます。それでは失礼します。俺がそう言うと、しおりさんも気を取り直したように、小さく頭を下げ、室内を後にする。背後で、直哉は相変わらず、薄笑いを浮かべているのがわかるが、これ以上言い合っても、時間の無駄だろう。本当にごめんなさい。あんな言われ方をして。商談を終えて、オフィスに戻る道すがら。しおりさんは唇を噛み締めながら俺に言った。オフィスビルのエントランス近くについてもなお、その悔しさが収まらない様子だ。いえ、気にしないでください。あの人の言動には慣れてます。逆に、あそこまで露骨に言うなんて、向こうも焦っているのかもしれません。正直、腹が立たないと言えば嘘になる。だが、今の俺には、ここで憤慨しても始まらないという冷静さがあった。サンライズグローバルは確かにブラックだが、海外の物流に強いことも事実。ビジネスとしては利用価値がないとは言えないのだ。直哉さんって、あそこまで失礼な人だなんて、あなたのことを犬なんて呼ぶなんて、ひどすぎるわ。そうですね。でも、あそこの流通経路を使えれば、アメリカでの展開がかなり有利に進められるのも確かです。ただ、最近はあの会社、あまりいい噂を聞かないんですよ。労務管理の問題とか、経理の不正とか。だから、ちゃんと精査してからの方がいいです。俺がそう説明すると、しおりさんは深くうなずく。ええ、そうしましょう。なんだか私、あなたのことをあんな風に言われて、悔しくて頭に血が昇っちゃった。ごめんね。本当はもっと冷静に、ビジネスとして対応すべきだったんだけど。俺は思わず、彼女の顔を見つめる。そこには、怒りというより、悔しさと申し訳なさが入り混じった複雑な表情があった。気にしなくていいですよ。俺はむしろ、そこまでかばってもらえたことが嬉しかったです。ありがとうございます。しおりさんは照れ隠しなのか、さっと視線をそらして、行きましょうと歩き出す。俺は彼女の後を追い、静かにオフィスビルの自動ドアをくぐった。それから数日後、一度は不安要素もあるから慎重にと検討していたが、やはりサンライズグローバルの持つ海外物流ルートは大きな魅力だった。しおりさんや他の役員とも協議を重ねた結果、条件によっては提携してもいいかもしれないという方向に傾いていった。噂をいろいろ探ってみたけど、やっぱり決定的な手がかりはないんだよな。俺はネットや人脈を使って調べてみたが、サンライズグローバルの不正につながるような具体的な証拠は見つからなかった。そこそこ評判の悪さが囁かれてはいるものの、実態を示す確たるものがない以上、経営判断として確率の高い利益を捨てるのは難しい。こうして最終的にしおりさんは、条件をこちらからしっかり提示して、万が一向こうの問題が露見したら契約解除できるような条項をつければいいと判断。サンライズグローバルへ再び交渉に向かうことになった。じゃあ行きましょうか、しおりさん。今回はこちらの合意を伝える代わりに細かい条件をしっかり詰めないとね。打ち合わせ場所は前回と同じサロン。俺としおりさんが部屋に入ると、先についていた鈴木直哉と部下たちが手ぐすね引いて待っているような顔をした。ようこそ水沢社長。それに立花も。今日はいい返事をもらえるんでしょう。相変わらず嫌みったらしい口調だが、ここで感情を表に出すわけにはいかない。しおりさんは短く、本日はよろしくお願いします。と会釈し、
早速、具体的な条件についての話を始めた。海外への送料補助や通関手続きの代理サポート、プロモーション費用の一部負担。こちらから出した希望条件は、それなりにいいとこ取りの提案になっている。今までの直哉なら渋い顔をするかもしれないが、どうも表情が晴れやかだ。わかりました。うちとしてはその条件で受けても構いませんよ。そうですか。それなら、ぜひ正式に契約に移りたいのですが、しおりさんが切り出した途端、直哉が満を持したように微笑む。あ、その前に一つ、こちらからの条件を追加させていただきたいんです。追加条件。嫌な予感がして、思わず俺は身をこわばらせる。しおりさんが、どういった条件でしょうと問い返すと、直哉は面白がるかのように、俺をちらりと見合った。犬を返してもらえませんか？は？そいつ、我がサンライズグローバルにいた頃も使い勝手は良かったんでね。うちがせっかく育てた人材を勝手に奪われるのは少々面白くない。だから、彼を返してくれたら契約はしてあげますよ。そうじゃなければ、こちらとしてはお引き取り願おうかな。言葉を失った。直哉の目には明らかな侮蔑の色が浮かんでいる。しおりさんは一瞬で憤りの表情を見せ、きっぱりと机を叩いた。冗談じゃないわ。彼のことを何だと思ってるの？あなた方の所有物だと言いたいのかしら。そう捉えられても仕方ないですよ。もともとうちの社員だったわけですし、水沢社長には優秀な人材が欲しい。こっちは条件を提示する。それだけの話でしょ。完全に挑発的な態度の直哉。空気が凍りつくような沈黙が流れたが、しおりさんは怒りを抑えきれずに立ち上がる。結構です。そんな条件を飲めるわけがないでしょ。契約なんてしなくて結構。おやおや、いいんですか？せっかくの海外進出のチャンスを棒に振るなんて。あなたには関係ないわ。失礼します。吐き捨てるように言って、しおりさんは迷いなく部屋を出て行った。しおりさん、待ってください。彼女は激しい足取りで、ビルのエントランスへ向かっている。その背筋はまっすぐだが、その表情には怒りと悔しさ、そして、どこか傷ついたような色が混じっているのがわかる。しおりさん、落ち着いてください。大丈夫ですか？大丈夫なわけないでしょ？何よあれ。振り返ったしおりさんの瞳には涙が浮かんでいるようにも見えた。いつも冷静沈着な彼女がここまで感情をむき出しにするなんて。私、あなたを譲れって言われてすごく腹が立ったの。あなたは人形や所有物じゃない。それはああやって見下されて。でも、あそこまで怒って契約を破棄したら、この会社の海外進出が、俺は思わず自分の胸を押さえる。申し訳ない気持ちが言葉になってこぼれてしまう。実際、俺があの人のところに戻れば丸く収まるのなら、それでいいかもしれません。もしかしたら、会社にとってはその方がプラスになるかも。あなた一体何言ってるの？またあんな環境に戻りたいの？しおりさんは唇を噛み、わずかに声を震わせる。その一言に、俺は過去の苦しさがフラッシュバックするような感覚を覚えながらも、無理やり言葉を続けた。いえ、正直、戻りたくはないですよ。だけど、どうしてもあの会社の流通が必要なら、俺一人犠牲になれば、みんなが助かるなら、そんなの、私が許さないわ。あなたがどんな思いでここまで頑張ってきたと思ってるの？私だって、あなたを手放すわけにはいかない。怒りと悲しみの入り混じった瞳で、しおりさんはまっすぐこちらを見つめる。ごめん。私、さっきから全然冷静じゃないね。でも、あんなことを言われて、はい、そうですかって、受け入れられるはずがない。あなたもそんな場所へ戻ったら、私は、しおりさん。その瞬間、言葉にならない衝動が胸の奥からこみ上げ、気づけば、俺は彼女の腕を掴んでいた。彼女の驚いた目がこちらを向く。俺は戻りません。しおりさんとこの会社で、まだやりたいことがあるし、あなたの力になりたいんです。言いながら、自分でも信じられないほど自然に、彼女を引き寄せていた。次の瞬間、俺は彼女をそっと抱きしめる。彼女は戸惑いながらも拒まない。むしろ、その細い肩から伝わってくる震えが、どれだけ動揺しているかを物語っていた。俺は思わず、大丈夫です、と、耳元で囁く。本当にごめん。私、何も悪くないです。嫌じゃなければ、このままで。
自分の言葉が妙に熱を帯びているのを感じる。今まで意識しても封じ込めてきた思いが一気に溢れ出しそうだった。しかし、その一瞬が命取りだった。遠くからフラッシュの光がチカチカと瞬き、気づけば通りの向こうにカメラを構えた何者かが立っている。嘘、こんな時に。しおりさんが呆然とした声を上げる。俺も愕然とするしかなかった。まさか、こんな場所で抱き合っているところを撮られるとは。それも、どうやら相手はただのカメラマンではないらしい。遠目にフラッシュを焚いていた男が、こちらへずかずかと近寄ってくる。へえ、こんなところで恋愛ごっこか。水沢しおりに男が抱きついてる瞬間を抑えたら、いい見出しになりそうだな。低い声で、そう言い放つ中年の男は、薄汚れたコートのポケットから小型のカメラを取り出し、レンズに触れている。しおりさんの顔がさっとこわばった。そりゃそうだろう。俺と彼女がこんな形で写真を撮られたら、一発でスキャンダルにされてしまうかもしれない。しかし、それ以上に俺を驚かせたのは、しおりさんが男を凝視しながら、口にした言葉だった。お父さん。男は苦々しい表情を浮かべ、鼻先で小さく笑う。しおりさんの指先が、かすかに震えているのが分かった。なんだよ。せっかく再会したってのに、そんなに驚くなよ。俺だって仕事中なんだからさ。仕事中という割に、男、彼女の父親は、はっきりとゴシップの匂いを漂わせている。見れば、カメラの他にも、ボイスレコーダーらしきものを携えていて、いかにもスクープを狙う記者といった雰囲気だ。お父さんって、しおりさん、もしかして、あなたのお父さんが、ええ、母子家庭だったって話、したことあるでしょ？昔、この人は夢を叶えるとか言って家を出て行ったの。ジャーナリストになるとかなんとか言って、それで結局、母を捨てて、私を捨てて、こんな薄汚い仕事をしてるってわけ。しおりさんは、悔しさを抑えるように唇を結ぶ。彼女の父は、それを鼻で笑うように見ていたが、ややあって、小さく肩をすくめた。そうだ。結局は食っていくためにゴシップ記事を書いているさ。人の不幸は金になるんだよ。正義や理想で飯は食えない。まあそんな話はいい。あんたらが何者だろうが、俺には関係ない。いいネタが取れれば、それで十分だ。最低。しおりさんの吐き捨てる声には、はっきりと怒りが滲んでいた。俺は慌てて彼女の前に立ちふさがり、カメラマンである父親を睨む。すみません。できれば今回だけは見逃してもらえませんか。今、しおりさんにとってとても大事な時なんです。こんな写真を出されたら、会社にも大きな影響が。なーに、見逃せと。そりゃまた都合がいい話だな。大事な時なら、どうしてこんなところでイチャついてんだよ。父親は目を細め、嘲笑うように口角を上げる。しおりさんがその背後で、拳を握りしめながら、一歩前に出ようとする。この人に何を言っても無駄よ。父親と呼ぶのも嫌なくらい、最悪な人なんだから。母から聞いた話もあるし、私も時々、ゴシップ記者、水沢俊一の仕事をチェックしてた。芸能人や企業のスキャンダルを飯の種にして、人の不幸を喜んで書き散らして。おいおい、あんまり大声で言うなよ。俺だって、好きでやってるわけじゃねえんだ。まあ、好き勝手に家を出た俺が言っても説得力ないか。そう言って、肩をすくめる彼は、俺に向けて視線を戻す。そして、何か企みがあるかのように目を細めていった。よし、ここらで手打ちだ。お前に選ばせてやる。この記事を出して、二人の関係を世に認めるか。それとも記事を出さない代わりに、二度と娘には近づかないか。好きな方を選べ。予想通り、最悪な二択だ。しおりさんは、ふざけないで、と怒鳴り、肩を震わせる。だが、父親は冷静そのもので、返事を待っている様子。しおりさん、落ち着いて、俺は一生懸命に考えた。今、このまま写真が世に出てしまえば、確実に会社にもダメージが及ぶだろう。それこそ、今取り組んでいるプロジェクトも進捗が止まるかもしれない。でも、だからといって。どうした？答えを聞かせろよ。娘と自分の会社を守りたいなら、男は身を引くもんだろうが。父親の冷酷な言葉に、しおりさんは完全に硬直している。俺は、その肩をそっと支え、はっきりと口を開いた。記事を出してください。ほう？どうぞ。世に出してもらって構いません。
俺はしおりさんと離れるなんてできないし、たとえ記事が出ても、彼女と彼女の会社を守ります。一瞬、時が止まったような空気が流れる。しおりさんが驚いた顔でこちらを見ている。でもそんなの。俺は決めました。あんなブラック企業には戻りたくないし、しおりさんと一緒にやりたいことがあるんです。それが壊されるくらいなら、勝負をかけるだけです。正直、そんな覚悟で本当に守りきれるかわからない。それでも、彼女の手を離す選択肢だけはありえなかった。俺の決意を悟ったのか、しおりさんは何か言いかけて、でも言葉が出ないのか、そのまま眉を寄せてうつむく。すると、父親は意外なほど大きな声で笑い出した。なるほど。こいつは面白い。お前やるじゃねえか。嘲笑かと思いきや、その目にはどこか楽しそうな光が宿っている。父親は懐から小さな SD カードを取り出し、俺たちに放り投げてきた。俺はとっさに受け止める。ほらよ。撮った画像のデータはそこに入ってる。他にも、今お前らが一番欲しがりそうな情報もな。一番欲しがってる情報って、ゴシップ記者ならではのルートで仕入れたネタが山ほどある。それを使えば、お前らの計画も少しはスムーズに進むかもしれないな。全く意図が読めない。呆然とする俺をよそに、しおりさんの父は娘に向き直る。お前の活躍はずっと見ていたよ。実を言うと、俺が家を出たのも、ジャーナリストになる夢を捨てきれなかったからってのは本当だ。だけど結局は中途半端で、こんな仕事しかできないまま今に至る。おかげで家族を捨てたクズ親扱いも仕方ない。でも、お前が頑張ってんのは知ってるんだ、ずっと。しおりさんは、父の言葉に動揺し、目を伏せる。父は構わず続ける。最初は、生半可な覚悟で俺の娘に近づくような男なら、逆に潰してやろうって思ってた。どうせ企業の犬みたいな男だろうってな。だが、お前気に入った。記事を出されようが構わないなんて、大した根性じゃねえか。そう言うと、彼は俺の肩を軽く叩き、娘を頼むぞと低くつぶやく。しおりさんは反射的に顔を上げた。お父さん、何を？俺はもう行くよ。撮った写真のことはお前らがどうにでもしろ。もっとも、俺が持ってる他の機材で何か撮ってないとも限らないけどな。あんまり生ぬるい仕事してたら、その時は遠慮なくネタにしてやる。まあ、せいぜい頑張れよ。父はそう言い残し、きびすを返して夜の通りへと歩き出した。背後の姿が小さくなるまで、しおりさんは一言も発しなかった。行こう、しおりさん。そうね。手の中の SD カードが、これから俺たちの道をどう切り開くのかはわからない。それでも、お互いを思う気持ちがあれば、どんな困難にも立ち向かえると信じたかった。薄暗い夜道を、俺たちはゆっくりと、オフィスの方向へ歩き出した。それから、まるで怒涛の展開のような時間が流れた。サンライズグローバルは、会社ぐるみで行っていた不正が暴かれ、一気に世間の糾弾を浴び、社長である鈴木親子のずさんな経営が、白日の下にさらされたのだ。高圧的なやり方が通用しなくなったのか、社内からも内部告発が相次ぎ、真っ黒な実態が次々と明るみになる。最終的には倒産。案の定、傲慢だった直哉は窮地に立たされ、すべてを失った。まさか、こんなに早く海が出てくるなんて。オフィスでそのニュースを知ったとき、俺は正直驚きを隠せなかった。しおりさんは複雑そうに眉を潜めながらも、あれだけやりたい放題やっていれば、いつかこうなるのは当然だったんでしょうね、と静かにつぶやいた。しおりさんの父がくれた SD カードの中には、俺たちの写真データだけでなく、サンライズグローバルの不正に関するスクープや、海外取引のずさんな形状を裏付ける資料が大量に含まれていた。しおりさんの父は、ゴシップ記者として情報網を持っていたらしいが、なぜわざわざ俺たちにその証拠をリークしたのか。多分、お父さんなりにジャーナリストになりたかった頃の正義感を捨てきれなかったんだと思う。しおりさんはそう言って、どこか遠い目をしていた。いつか憎んだ父に思うところはあるのだろうが、それでも、今回のことで、彼女の中の何かが少しずつ変わっているように見える。サンライズグローバルが消えたことで、海外の物流ルートを使うという選択肢は白紙に戻った。だが、俺たちはそこに悲観せず、むしろ前に進むための別の道を探った。かつて、俺が持っていた海外の人脈や、
しおりさんが自力で築いてきたつながり。それを組み合わせることで、じわじわと販路を拡大し、結果的には無事に海外展開へ踏み出すことができた。きっかけとなったのは SD カードにも記されていた。向こうの業界団体から見れば、日本のコスメブランドはまだまだ需要があるという分析レポート。しおりさんはその情報をベースに積極的にアメリカのバイヤーや新興市場のエージェントと接触を進めていった。ほら、仕事で海外に行くにも、立花くんがいれば通訳いらずで済むわね。と言っても、雑務も全部僕に回してるじゃないですか。社長、ちょっとは手伝ってくださいよ。そんな冗談を言い合いながら、会社は順調に海外プロジェクトを拡大。海外向けの新商品が市場に出るたびに、売上数字は右肩上がりになっていった。サンライズグローバルに頼らなくても、やっていけることを証明できたのは、何よりも大きな自信につながった。立花くん、ちょっといい？その夜、オフィスで片付けをしていると、しおりさんが俺を呼び止めた。彼女はスマホを握りしめて、どこか緊張した面持ちをしている。さっき、海外からの追加オーダーについて連絡があったの。初期ロットが好評だったから、もっと多く出荷してほしいって。本当ですか？よかったじゃないですか。思わず弾んだ声を上げると、彼女はふっと微笑む。ただ、その笑みはどこかほっとしたような、まるで肩の荷が下りたような、そんな解放感を伴ったものだった。前は社長として、やっぱり失敗が怖かったの。完璧に振る舞わなきゃって思い込んで。でも、もうそれはやめることにしたの。あなたがいてくれるから。俺が？うん。だって、あなたに支えられたおかげで、ここまで来られたんだもの。もう作られた自分でいる必要はないって、ようやく気づけた。そう言いながら、しおりさんは恥ずかしそうに視線を外した後、小さく笑う。それに、立花くんは、今の私の方が好きでしょ？ためらいを感じたのは、ほんの一瞬だった。彼女の瞳から決意を感じて、俺は自然に手を伸ばしていた。はい。小さく答えた瞬間、しおりさんは静かに体を傾けてきて、唇がそっと触れ合う。お互いどこかぎこちないのがわかるけれど、それがかえって愛しい。この一瞬に、これまで積み重ねてきた思いが全て詰まっているようで、俺は胸が熱くなった。人は完璧なんかじゃいられない。それでも誰かを守りたいと思った時、きっと本当の自分が顔を出すのだろう。しおりさんも、きっと俺も、そうやって強くなっていくんだ。そう心に誓いながら、これからも二人で歩いていく。もう隠しもしない。作りもしない。ありのままの自分たちで、次の海を渡りに行くのだ。